皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は12月4日土曜日、第58回目になります。本日のテーマです。台湾発展の基礎を築いた日本人、その2回目。台湾ダム建設の八田与一、1回目です。本日のポイントです。世界一の親日国といえば、台湾と答える日本人がたくさんいます。日本の台湾統治時代、台湾ダム建設に尽力した八田与一の功績によるところが非常に大きいのです。しかし残念から日本ではほとんど知られていません。彼は台湾一広い、しかし荒れた平野を肥沃な耕地と変え、50万人もの農民を豊かにしたのです。東日本大震災の時、真っ先に被災地に駆けつけてくださったのは台湾救援隊の方々でした。なんとわずか3日後でした。写真は台北の空港から出発する直前、被災者に黙祷を捧げる台湾救援隊の方々です。台湾から被災地へ義援金250億円をも送ってくださいました。これは破格の金額で世界一でした。その9割は一般人からの寄付です。台湾では地震発生直後からテレビで緊急特番を放送。多くの有名人や政治家、総統までもが日本の危機的状況を訴え、支援を呼びかけ続けてくださいました。その10年後の今年2021年3月、日本から日台心の日が贈られました。私たちは台湾への感謝の思いを永遠に忘れないと誓い、その証として日台心の日をお送りしますと記しています。蔡英文首相もツイッターで、我々は世界に向けて台湾と日本はいつまでも固く結ばれている隣人だと伝えたい。台湾人と日本人は心と心で深いつながりを築いています。この絆こそ対日関係の最大の原動力であります。いつまでも日本を応援していますと述べています。そして今年の5月8日、日本人技師八田与一が戦前台湾で建設した雨山島ダムの着工100年を祝う式典が台南市の八田与一記念公園で行われました。関連イベントも含め、蔡英文総統、頼清徳副総統、蘇貞昌行政院長、首相に相当しますが出席しました。外国が関わる歴史イベントで台湾政治トップ3人の参列は極めて異例です。それほど大切にされている証です。100年前のダムが今も現役で台湾社会に必要不可欠なインフラを提供していること自体がすごい技術です。だからこそ100年経っても政府のトップ3人が揃って祝典に参加されているんです。この一つをとっても台湾発展の基礎を築き、台湾ダム建設に尽力した八田与一の台湾への貢献度と評価の大きさがわかります。1895年、日本は日清戦争に勝利し、台湾を治めることになりました。日本国内には食料不足という事情があり、台湾の農業強化を打ち出しました。しかし、台湾一大きな華南平野は作物がほとんど取れない厳しい土地でした。原因は水事情の悪さにあります。乾季は左で干上がり、飲み水さえ不足します。雨季には年間雨量のなんと9割が集中し、洪水が絶えず起きます。加えて潮風による塩害があり、文字通り三重苦の土地でした。農民はとても貧しく細々と
農業を営んでいました。そこに日本から土木技師として八田与一が派遣されました。1918年、大正7年、台湾の首都台北より南へ355キロ、台湾の第4の都市、台南市があります。八田は台南の北方にある河南平野の調査を行いました。3000メーター級の山脈が台湾の南北に走っています。濁水系と蘇文系に挟まれた紀南平野は南北 92km、東西 32km、面積15000ヘクタール、台湾最大の平野です。灌漑設備不十分のため荒れ放題だった広大な平野に、八田は灌漑用水の設備を決意します。水量豊かな蘇文系の水を水量の少ない神田系に送るために、雨山稜の山に3100メーターのトンネルを掘り、水量を確保します。円堤長1300メーター、高さ56メーターの雨山島ダムです。巨大な灌漑用貯水池ダム湖を作り、東洋一の人造湖を作る計画を抱きます。満水面積1000ヘクタール、有効貯水量1億7500万立方メートルの雨山島ダムを完成させる工事です。巨大な灌漑工事とダム工事を合わせて行うこの案を台湾総督府に上申します。完成すれば台湾全高地の5分の1に相当する広さです。その規模があまりに大きく許可が出ません。縮小を迫られましたが、それでは水は農地全体に行き渡らず、かえって農民相互に格差を生み出すと譲りませんでした。3年後の1920年、費用の半分を農民たちも担うことを条件に、八田はダムの建設許可を日本政府から勝ち取りました。今度は住民の猛反対にあります。台湾人とその将来のために必ず役立ちますと粘り強く説得してまいりました。こうして何年続くかわからないダム建設工事がスタートしました。工事は1920年から1930年までの10年にも及ぶ大工事でした。日本人、台湾人合わせて2000人が厳しい山奥での力仕事に従事しました。この頃、台湾は衛生状態が悪く、労働環境はまさに最悪でした。マラリアなどの伝染病が蔓延し、工事どころではなかったのです。そこで八田は、環境改善のため、上下水道を引き、衛生の改善を図り、また、マラリアの薬を提供します。それに、皇府が家族と一緒に住めるよう、工事現場の近くに小さな町を作りました。皇府が家族と共に過ごすことで、安心して仕事に精を出すことができるという、家族を大切にする八田の信念からでした。それは、彼自身の体験から裏打ちされたものでした。そこには、子供たちのための学校や病院などの公共施設、映画館やテニスコートなどの娯楽設備も設けました。集会所に集まってゲームをしたり、定期的にお祭りを開いたりと、皇府たちはここでの生活を心から楽しむことができました。駐在所まで設けたのです。台湾の皇府たちとも、八田は家族のように接しました。上からではなく、同じ目線で仕事をする彼の姿勢に心を打たれて、台湾の人たちも次第に心を開いていきました。ダム完成の翌年、1931年、台湾の人々は、八田の銅像を建てたいと願いました。彼は断りましたが、どうしてもというので、座っている姿の銅像になりました。その理由は、銅像は人を見下すような感じがすると彼は言うのです。それなら、と普段着の作業服を着て、しかも
座っているという形で小さめに作られました。ここにも彼の姿勢が伺い知れます。100年経った今も変わることがなく、彼の命日にお参りがなされ、記念碑に花が絶えることがありません。ダム完成後、水路工事を行います。実に万里の長城の約6倍、16,000km を張り巡らせることになります。これにより、それまで30万トンだった米の収穫は、工事の完成10年にして一挙に100万トンまで伸びました。1993年には180万トンまで激増し、台湾一の農業主体となったのです。しかし、その途中には、2度も重大な障害が行く手に立ちふさがったのです。これは次回申し上げたいと思います。八田洋一の生き方を一言で言い表すとしたら、誠の心ではないかと思います。彼には私心がありませんでした。心から台湾の方々の幸せを願いました。その真心は立ちはだかる幾多の困難を乗り越える力となりました。後に台湾総督に就いた新渡戸稲造は、その著書武士道の中で、誠について次のように記しています。武士にとって嘘をつくこと、あるいはごまかしは、等しく臆病、弱さとみなされました。武士にとって臆病、弱さは不名誉であり、二言、つまり二枚舌を使ったために、死をもって罪を償った物語は数多く残されています。よって、武士の一言は、断言したことが真実であることを十分に保証するものでありました。それが武士の誇りであったことは想像に難くありません。言葉が、なると書いて、誠となります。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、誠の心でした。東日本大震災の時、台湾全土で日本救済が湧き起こったのも、この八田洋一の功績が大きかったのは確かです。台湾では彼を知らない人はいません。台湾人はその恩を100年経っても忘れないのです。素晴らしいことですね。日本人として誇らしい限りです。言い換えれば、誠の心は何年経っても色褪せないのです。しかし日本ではほとんど知られておらず、もったいない話です。聞かされていないからです。改めて歴史を正しく語り継ぐことの大切さを教えられますね。かつての日本人が追い求めた誠の心こそ、あらゆる時代、あらゆる民族の心を動かす普遍的真理ではないでしょうか。欧米植民地支配が世界を覆っていた時、日本人の心には誠の心が息づいていたのです。これは実は古代散らされたイスラエル民族がシルクロードを通り、日本にもたらしたとされる聖書の影響を信徒が深く受けたためだと言われています。その聖書の一節をご紹介いたします。幾度かご紹介した箇所です。主はあなたに告げられた。人よ、何が言うことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。旧約聖書、ミカ書6章8節。それでは次回のご案内です。台湾発展の基礎を築いた日本人、その2回目。台湾ダム建設の八田洋一2回目です。次回は第59回目、12月18日土曜日です。よろしければチャンネル登録、ご感想をいただければ嬉しいです。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。